はい、どうも皆さん、こんにちは。ひでチャンネルです。今回は質問箱にこんな質問をいただきました。髪の毛、主に前髪のデフォルメ表現について知りたいです。アニメでよく見る M 字型の前髪は描きやすいのですがしっくりきません。かといって写真を見ながら描くとリアルすぎたり、不自然な毛束、毛先になってしまいます。実際にある髪型をデフォルメして絵に落とし込むにはどのようにすればよいでしょうか？ということで今回は以前も紹介しましたこちらの本、イラストレーターのためのヘアカタログを参考に写真からキャラクターを描くときに髪の毛はどのようにデフォルメすればいいのか実践しながら解説していきたいと思います。皆さんの中にも髪の毛を描くときに実際の人物とアニメやイラストのキャラクターでかなり差があるのでリアルな髪型のキャラクターを描きたいけどどう表現すればいいのかわからずに悩んでいる人も多いのではないでしょうか。この動画を見ていただければ髪の毛の構造と考え方、イラストに落とし込む時のコツが分かっていただけると思いますので、髪の毛の描き方で悩んでいる方はぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではこれから絵を仕事にしたいと考えている皆さんにとって有益な情報を動画で配信しています。絵の描き方に関するお悩みまたはご質問などございましたら動画でお答えさせていただきますので概要欄にリンクがある質問箱から質問メールを送ってください。今回のお品書きは次の通りです。1、髪の毛はこう考えるとわかりやすい。髪のブロック分けについて。2、前髪の描き方とよくある誤解。3、写真からキャラクターを描いてみよう。以上となります。それではやっていきましょう。ということで、髪の毛の考え方の基本、髪のブロック分けについてお話ししていきたいと思います。美容師さんが髪の毛を切りやすいように小分けにしてピンなどで留めることをブロッキングといって、小分けにした部分をブロックというそうです。イラストを描く際もこんな感じで髪をエリアごとにブロックで分けて捉えるのが基本なんですよね。まず前髪の生え際の位置ですが、おでこの広さは一般的に髪の生え際から顎までの距離の3分の1が目安となります。オレンジ色の部分がフロントと呼ばれる前髪の部分で、濃いオレンジ色になっている部分は触覚と呼ばれる髪の毛の部分となります。ピンク色の部分がサイドと呼ばれるフロントを除く頭の前半部分となります。横から見るとこんな感じ。この部分がフロント。この部分がサイドですね。頭の一番高い部分をトップと言い、そこから後ろの後頭部の上の方の部分はバック。後頭部の生え際の襟足部分はネープと言います。こんな風にブロックで考えるとリアルな髪型のイラストを描くとき非常に簡単に描けるようになると思いますので、まずは基本としてこちら覚えておいてください。ここでよくある間違いとして、ロングヘアや女の子の髪型を描くとき、つむじだけを意識して前髪まで描いてしまうことがあるんですけど、つむじって意外と後頭部に近いところにあることが多いので、これだとやたらと前髪にボリュームが出てしまって、ちょっと不自然な髪型になってしまうことがあるんですよね。つむじを起点とした描き方も悪くはないんですけど、こんな感じでブロックと髪の流れを意識するとより自然な髪型になると思いますので、こちらも一つの参考として覚えておいてください。それでは次に基本的な前髪の描き方について見ていきたいと思います。前髪はフロント部分から生えた髪で構成されていて、生え際が三角形なのがポイントです。この三角形の頂点や上の2辺から生えていることを意識して前髪を描いていきます。前髪の幅は黒目の端から目の端あたりに意識するといい感じに描けると思います。そして前髪の横の長い毛束の部分、いわゆる触覚部分は前髪の三角形の外側から生えているイメージで、目の端から耳の横に落ちていくように描いていきます。正面から見たとき、眉毛の端が隠れる位置だとバランスがいいとされています。こんな感じの前髪がない場合、生え際のラインと分け目のラインを髪の毛の視点として描くと自然に描くことができます。ちょうどこんな感じの本を開いたようなイメージですね。ということで、これを踏まえて実際に写真を使ってキャラクターイラストを描いていきたいと思います。まずはこちらのロングヘアの女性を元にキャラクターを描いてみましょう。こちらの写真もイラストのためのヘアカタログより引用させていただきました。写真を見ると前髪の部分の毛が細かく分かれていて、そのまま描くのは難しそうですよね。
イラストに落とし込む場合は、先ほどお話しした前髪のエリアと毛の流れを意識して、細かい毛は大きな毛束としてまとめて描いてしまうのがポイントです。今回はこれくらいの感じでやっていきましょう。この毛束の太さや書き込みの密度を変えることで、リアルなキャラからデフォルメの効いたキャラまで対応できると思います。あとは、この前髪の感じに合わせて、写真を元にキャラクターを載せていきたいと思います。髪の毛に色を塗ってみて前髪の密度が足りないなと思ったら、イメージに合わせて前髪を描き足していきます。こんな感じに仕上がりました。キャラクターに合ったデフォルメ感のある髪型になったのではないでしょうか。それではもう一人描いてみましょう。次は斜めから見たツインテールの女性です。こちらも前髪のブロックを意識してキャラクターに合った毛束感に調整して描いていきます。キャラクターの割には前髪のボリュームがちょっと足りないと思ったので修正します。こんな感じに描き上がりました。最後にもう一人描いてみましょう。今度はミディアムヘアの髪がウェーブした女性です。こちらも前髪のブロックを意識して髪の毛の毛束感をキャラクターのデフォルメ具合に合わせて調整しながら描いていきます。こちらも髪の毛のボリュームがちょっと足りないなと思ったので書き足していきます。こんな感じに仕上がりました。いかがでしたでしょうか？今回はこちらの本、イラストレーターのためのヘアカタログを参考に、リアルな髪型をデフォルメする方法について実演を交えて解説させていただきました。こちらの本には他にも様々な髪の描き方や360度ぐるっと回せるヘアスタイルの写真データが載っていますので、気になる方は概要欄のリンクをチェックしてみてください。また、このチャンネルでは皆様からの質問を受付中です。こんな感じで動画でお答えしていきますので、絵に関する疑問、お悩みなどありましたら概要欄にリンクがある質問箱に送ってください。ここで重要なお知らせ。ライブ配信で描いた絵をまとめた本、イラストスキルアップのための絵の練習ノートがブースにて発売中です。下書きと線画がセットになっていますので、手癖や迷い線、人物を描くときにどこにポイントを置いているのか、どこを省略しているのかなど、絵を描くときの参考に、またポーズ集としてポーズのアイデアの参考にも使える一冊となっていますので、興味がある方は概要欄のリンクをチェックしてみてください。
また、ひでチャンネルオンラインサロンでは、平日毎日日替わりで教材を使って解説しながら進める絵の講習会や、イラスト添削など、絵が上手くなりたいと思っている人に向けていろいろなことを発信しています。コミュニティも充実していますので、もっと絵の勉強をしたい方、お絵描き仲間が欲しい方は、サロンの方もぜひご利用ください。ライブ配信を切り抜いて見やすくまとめた動画をサブチャンネルで公開中です。イラストメイキングの部分をサクッと見たい方は、ぜひサブチャンネルの方もチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。